はいどうも、上川 TV のゴッドです。今回はですね、ライズのご紹介になります。こちらのですね、ライズの方はですね、ロッキーの OEM 車両になっております。電光はですね、1620mm、電幅 1695mm、全長が 3995mm になっております。コンパクト SUV モデルになっておりますね。かっこいい。なんといってもね、この小さなボディですね。小さなボディだけどめちゃくちゃ力強く見えますね。ライズ。それでは行きましょう。このチャンネルでは車が大好きなゴッドが車を運転する楽しさを伝えようといろんなことにチャレンジし、車に関することを発信しています。ぜひチャンネル登録していただき応援よろしくお願いいたします。まずはフロントチェック。フロントはですね、やはり一目でわかる SUV、どことなくね、トヨタのラブ4には似てるんですけども、ライズの方はちょっと丸っぽい印象ですね。トヨタのラブ4の方はちょっとごっつりしたね感じなんですけど、こっちは丸くて可愛らしい印象がございます。はい、ライトは全部ですね LED になっておりますね。こちらも LED です。かっこいいですね。こちらのライズなんですけども、2021年式で、グレードの方はですね Z でございます。上級グレードなんですけども、価格の方が206万円ってことでですね、上級グレーなのにとてもお買い求めしやすい価格帯になっております。はい、続いてですね、ライトの方チェックしてみましょう。はい、ライトはシーケンシャルウィンカーですね。綺麗に光っております。もう現代的ですね。もうアウトドアって感じですよね。ここに樹脂のパーツがあってアウトドア感も感じさせられるデザインになっております。ここ LED になっておりまして、しっかり光っておりますね。樹脂なんでね、ここ樹脂になりますんで、ちょっと時間が経ったらちょっと白くなってしまうのはいけないポイントなんですけども、その分ね、こうアクセントがしっかりしてますよね。素晴らしいデザインになっております。本当にこのちっちゃいボディで大きく見せる工夫ってのがね、しっかりされている車両ですね。ですね、こちらがね、ちょっとライトの上が黒くなっておりますので、こっからねずっと来まして、黒い横一文字で幅広い印象を持たせているのだと思います。それによって SUV らしい印象を醸し出しているのではないでしょうか。はい、続いてサイドはこんな感じでございます。かっこいいですね。なんとね、ここがツートンカラーで黒色なんですよね。白と黒でいい色使いだと思います。かっこいいですね。本当にもうパッと見ただけで SUV って感じがしますね。はい、タイヤの方は17インチのタイヤが入っております。ホイールデザインもグッドですね。給油口はこちらでございます。ゴッドが調べてみたら36リットルしか入らないみたいですね。はい、続いてリア見てみましょう。はい、後ろの方もですね、前と同様にテールランプの上からですね、ここまで横一文字っていうことで幅広い印象を持たせてくれる作りになっております。ちゃんとですねウィングの方もついておりまして、かっこいいですね。はい、こちらリアのね、リアスポイラーいい味出してますよね。これもしかしたらね、これだけで惚れちゃう人いるんじゃないかなっていうぐらいいい味が出てます。リアスポイラーいい感じですね。キアのライトはですね、リアのライト豆球なんですね。ちょっと LED だと嬉しかったですね。続いて内装チェック。よいしょ。ちょっと暑いんでエンジンかけます。エンジンボタンエンジンボタン左にあるみたいですね。右利きの人が多いんで、どうしても
右をね見てしまうんですけど、左はちょっとやりにくいなっていう印象はありますね。オープニングはこんな感じですね。なんか可愛いキャラがいる。早く紹介しろって言ってます。僕がね結構すごいなと思ったのが内装なんですよね。内装本当にライズの内装すごいですよ。何がすごいしかって言ったらね、本当にねおしゃれなんですよ。例えばですね、ここに赤色のね差し色があるんですけども、ここにもね赤色の差し色がありまして、すごいおしゃれでね、ここにも赤色、至る所にね赤色のね差し色がありますんでね、めちゃくちゃおしゃれです。シートのここにもね赤色のね差し色がありまして、いい感じですね。ファブリックのシートになっておりますね。ちょっと硬いかなっていう感じはしますけど、しっかりとねサイドがねしっかりとホールドしてくれてるような感じではありますけどね、ホールド感がしっかりとあるのかっていうのはね、運転しながらレビューしていこうと思います。でよくよく見てみると、やっぱガンダムのようなねちょっと SUV らしいゴツッとした印象になりますけど、ちょっとねこういうところがねくぼんでおりますんで、結構汚れがねここに溜まってしまうのはね難点ですね。しかもよくくぼんでるんで掃除もねしにくいかと思います。特にねこういうとこですよね。こういうとこ掃除しにくいなって手の届かないところもあるんでね、そこはマイナスポイントでもあり、良いところでもありっていうところですね。はい、エアコンの操作はこちらでできますね。でパタードランプで、本側でここにもねカーボン柄のやつがついてますね。これも高級感があっていいですね。ここに USB ソケットとシートヒーターがついてますね。すごい、シートヒーターついてんだ。はい、こちらにねゴッドが嬉しかったポイントがあります。ハンドブレーキでございます。電動パーキングより僕はハンドブレーキの方が好きですね。スポーツカーらしくていいですね。収納はね結構それなりにありますね。で驚いたのがね、ドリンクをねやつが結構多いんですよね。これドリンクなんですけど、ここポチって押すと出てくんですよね。ここにも置けますし、これポチってね押すだけで出てくるんで、デザイン性を妨げなくていいですよね。これもう使わない時はこうやってしまっておけるっていうのがね便利ですね。はい、ここにもねドリンク置けるんですよ。ここにも置けます。今度ですねスマホをね置くスペース探してみますね。はい、こちらにも置けます。こう出したらね置けますね。ここにも置けます。皆さんはどちらにスマホを置いてますか？よろしければコメント欄で教えてください。ここにもね置けます。ぴったり、スマホぴったりやん。でねここにも置けるんですよ。こんなとこにあんの？収納スペースがすごい。これエアバッグじゃないですか。一目でわかるね。もうちょっとここ同じ色にねしてもらえると嬉しかったかな。なんかすごい、こっちにもエアバッグがついてんだ。すごい。横にもエアバッグがついてる。なかなかないんじゃないですか、このね価格帯でしっかりとエアバッグがついてるのって。安全的にもグッドなポイントですね。はい、ペダルはこんな感じですね。普通の車と一緒ですね。なんか動きがあるスピーカーですね。はい、後部座席はこんな感じですね。乗りやすいですね。しっかりとねこういうとこにくぼみがあって乗りやすいように工夫がされております。あれ、ここにあるけどこっちにはないんですね。珍しい。思ったほど狭いって感じはしないですけど、やっぱ足のところはねちょっと窮屈には感じますけどね。拳 1.5 個分ぐらいしかないです。はい、運転席はね結構広いですね。1、2、拳2個分ぐらいはありますね。余裕はあります。
僕174センチ一応ございます。面白いなと思ったのがね、このメーターとかをね、画面をね変えられるんですよ。自分好みにカスタマイズできちゃうっていうのもね嬉しいポイントです。はい、僕がね驚いたのがね後ろなんですよ。後ろめちゃくちゃ広くないですか。このねコンパクト SUV でこのね容量はすごいと思います。しっかりとね入るようにくびれがあったりとかね、なんとですよ、ここ見てください。本当今荷物ありますけど、この下までねありますんで、これ外したらベビーカーもね乗っかっちゃうぐらいね広いんですよ。ほんと素晴らしい。そしてねよくあるね、ここにタンク修理キットとか普通置いてありますよね。それが置いてないんですよ。どこにあるかって言ったらね、なんとこちらにあるんですよね。すごくないですか。素晴らしいデザイン性をねしっかりと損なわない実用性をちゃんと考えられております。ここはね LED ではないですけど、その気にならないですね。素晴らしいと思います。このタンク容量はね、こうやってね鉱石も倒すことができるんです。ちょっとフラットになるんでね、車中泊もできちゃうぐらい広いですね。後ろなんですけどリクライニング2段階で倒すことができますね。ちょっとしたねリクライニングができるっていうのもいいポイントではないでしょうか。思ったんですけどコンビニのフックがないですね。コンビニフックあったらね便利なんですけど、どこにコンビニの袋かけようかなってちょっと悩んじゃうな。こういうとこかな。はい、以上がライドの内外装の紹介になります。続いては市場チェックは次の動画でお届けします。はい、最後まで見てくれた方におまけ映像。本日のおまけ動画は癒し動画です。はい、この動画が面白ければグッドボタン、そしてその横にあるチャンネル登録ボタンを押していただき応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。